はい、ヤギ座の皆さんこんばんは。アストロカウンセラーのターラです。いつも動画のご視聴ありがとうございます。今回は3月後半の星の補足説明とタロットリーディングをさせていただきます。お願いします。3月後半もまだまだ星が動いていますので、もしまだ前々回ぐらいに3月のエネルギー解説っていう動画をアップしているんですけども、今この辺出てるやつですね。こちらまだご覧になってない方はぜひこちらもご覧ください。今の全体の流れとしてどういう動きがあるかっていうのを踏まえた上で、ご自身のこの生活に当てはめて考えていただくととても分かりやすいかと思います。もちろんその上でのヤギ座さんの流れをいつも見てるわけなんですけど、やはり広く捉えて解釈していただく方が皆さんの生活それぞれに活かせるんじゃないかなと思うんですね。はい、なのでよろしくお願いします。ということでいきましょう。3月後半です。はい、じゃあ一緒に見てみましょう。お願いします。ワンド4逆、節制逆、エンペラー逆、ソードの6、ワンドキング、ペンタクルス8、カップキング、はい、気をつけることや対策がペンタクルスの6の逆と鳳凰の逆と、オラクルは運命の輪です。じゃじゃーんって感じ。はい、そうですか。少し星のこともねお話しさせていただきたいんですけれども、やっぱり3月14日っていうのは月食になります。月食っていうのは本当に満月夜の大きいバージョンというか強いバージョンとして捉えていただいてもいいんですけど、非常にやはり私たちの体や意識マインドになんか影響しやすいので、無意識なんだけどなんだかちょっと調子が悪いなとか体がだるいなとかおかしいなみたいなことは感じる方が多いかと思います。それやっぱりね月食もそうなんですけど、29日が日食もあり、日食とか月食がある時っていうのはすごくエネルギーが見えないところで動いているので、どうしても私たちの体もそこに反応してしまってなんだかいつもと違うぞってことを感じやすい時なんですね。なのでそれを踏まえた上で無理なく過ごしていただきたいんですけども、特に3月14日の月食っていうのはちょっとなんかプレッシャーとかなんか自分を縛ってる感覚とか自分を抑え込んでる感覚みたいな、そういった息苦しさみたいなものをもし感じたとしたら、だからこそどうするのかっていう次のところに押し出されていくような、そんな流れがあるかもしれません。その押し出された先にやっぱりこうするっていうふうに決めるのが3月29日以降っていう感じはするんですが、なので今起きていることを本当にいろいろ感じてみるというのはとっても大事なことだと思います。そして3月15日から4月7日までっていうのがね、水星逆行する期間なんですけど、水星の逆行期間っていうのは水星が意味するようなコミュニケーションだったり勉強だったり交通手段だったりビジネス契約だったり、もしくはこういったシステムとかですね、そういったものに誤解が起きやすいよっていう時なので、自分が話すことやコミュニケーションに関しては誤解のないように伝えようとか、ちゃんと届いているか確認しようとかもそうですし、スケジュールは変更できるようにしておこうとか、ちょっとぐらい遅れてもいいように余裕を持って早く行こうとかっていう風にしていただけたら特に問題ありませんのでね。でもう一つ、この金星というね、社交性とか愛情とかお金とか美しさ、自分の価値っていうものも今逆行しているので、なんとなくこの2つが同時に逆行することによってざわざわしやすいわけなんですよね今で。ざわざわしやすい上に今日食もあるみたいな感じなので、非常に見えないエネルギーとしてはすごい混沌としてるなっていう感じの時なんです。その中でどれだけ自分というものと深くつながって自分というものが落ち着いていられるかっていうのがとっても大事なんですね。で特に3月の20日っていうのが春分の日なんですけど、この春分の日から新しい1年を占うっていう占い方がね、先生術ではあるぐらいいい切り替えなんですね。でヤギ座の皆さんにとってはこの3月20日の春分から自分のマインドに光が当たってくるっていうのがあるので、言い換えれば自分の家族とか家庭とか家の中とか自分自身が自分だけが分かってる自分の安心なエリアっていうところに光が当たるよっていうことで、ちょっとホッとするとか落ち着こうって思えるとか、そういう動きもあるんですね。ですのでちょっとこれまで世話しなかったなとかあたふたしてたなっていう方は
落ち着いてくるだろうなっていう感じです。でそれ実はカードでも出てて、ものすごくなんか節制にエンペラーにってなんかすごくいいんですけど、なんか自分の良さっていうものを無理やり出そうとしてるみたいな感じがちょっとあるんですよね。実際はすごく人に恵まれてると思いますよ。でも入り口バンドの読んだし、すごくヤギ座の皆さんを応援してくれる人や慕ってくれる人とかっていうのがいて、それをヤギ座の皆さんも分かってると思うんですね。だけどその人たちに報いるためにはもっと頑張らないととか、もっと自分の責任を出す、もっと面倒を見てあげるとか、もっとすごい自分になるみたいな、なんかすごく強いプレッシャーっていうのを自分に与えてたのかなって感じがするんですね。十分なんです。もう本当に十分なんだけど、もっともっとっていう風に感じていたんですかっていう風にカードでは出てるんですね。でその感覚でいくと、なんか進んでないって思うかもしれないけど、前も出たかもしれませんが、やっぱこのソードの6っていうのは困難な状況から緩やかな状況にちゃんと流れていくよっていうカードなんですよね。これがまた今回も出ているので、やはり精神的にもし何かこうね迷うことがあったり、体調が優れなかったりとかいろいろあったとしても、ゆっくりちゃんと自分で見てる自分の査定はさておき関係なく、ちゃんと状況や自分自身っていうのはいい風に流れてるよっていう感じで言われてると思いました。そしてここからね、やっぱりワンドのキングということですごく力強い、もう一度じゃあ頑張ってみようとか、もう一度こうしてみようみたいな、そういうエネルギーあるんですけど、ちょっと気になるのがやはりここで節制の逆っていうのが出ていて、節制っていうカードはものすごくこう何かに橋がかかるとか、自分の専門性を生かすとか、すごくいいカードなんですけど、転職みたいなカードいいカードなんですけど、もしこれ逆で出るとちょっとバランスを崩すとか、あまりにもこう理想にこだわりすぎて今の自分を否定するとかっていう感じで、何かを良しとするがゆえに何かをダメとするみたいな、そういう動きがもしかしたら自分の中にありませんでしたかっていうのもあって、やっぱりエンペラーが過去のところに出ているので、もっと自分がしっかりとした自分でなければならないんだって思った時に、じゃあこれを証明するためのもっとハードルの高い困難なことをやってみせればいいのかみたいな、そんな感じでこう自分をどん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 こう自分にプレッシャーを与えていたかもしれないので、それに対してもう一回頑張るっていうのではなんか違う気がするんですよね。自然な流れでちゃんと芽生えてきてる自分のこの情熱を生かしていくだけっていう感じです。無茶な橋を渡ろうとするとか、なんかすごいリスクあるんだけどそれに頑張ってみるとか、そういう感じではないので、そこを注意してください。自分ができる範囲でのことです。そしてそうですね、ちょっと心の中にちょっとホッとする感覚っていうのも出てくると思うので、そうなると落ち着いて本来の自分らしさって出していけると思うんですよね。でその後やっぱりコツコツとするっていうカードが出ています。これはペンタクスの8というカードなんですが、ペンタクスの8っていうのは本当ルーティンをしっかりやりましょうとか、自分が決めたことをしっかりやっていきましょうっていうカードで、頑張っていかれるんだなっていうのが出てますよ。生活をしっかりしていく。そしてその後またね、誰かからの優しさが入ってきてます。これはカップのキングというカードで、誰かが非常にヤギ座さんを認めているとか、優しくしてあげるとか、寄ってきてくれるとか、そんな感じです。またはヤギ座の皆さんの中からこういったクリエイティブなね、何かを生み出そう、あれをしようみたいな、そういうクリエイティブなエネルギーとしてすごく溢れてくるっていうのもあるかもしれません。対策として言われていることとして、鳳凰の逆とペンタクスの6の逆が出ているので、何かこう王道だけを行くとか、もうどっからどう見ても絶対これ成功なんですとか正解なんですっていうような道だけを選ぶのではなく、というのはどの道を行ったとしてもなんか自分でこれは違う、これは違うんだっていうふうになんか言いそうな気がするので、どの道を行ってもどの方法を得ても自分の中の信念っていうものが変わらなければ正解なんですよっていう感じがしました。そしてやっぱりオラクルが運命の輪っていうのはちゃんとその道を進んでますって言われてる気がしたんですね。これは単純に言うとチャンスが来るよとか、なんか運命の扉が開かれるみたいな感じなんですけど、これ今からチャンスが来るっていうよりももうそのチャンスの中にいるっていうような感じがしました。いかがでしょうか。どうですか。もうそうかもしれないと思う方や、何か分かりました、通じますよっていう方は、いいねボタンやチャンネル登録やコメントで教えてください。ちょっとこれ踏まえた上でね、お仕事のこと見てみますね。
戦車、ワンドにタワーということで、何かねやっぱりこうリベンジ的な感じがするんですよね。対策でも言われてるんですけど、こう過去に自分が思うほどできなかったとかそうじゃなかったっていうことをもう一回リベンジするみたいな、そういったエネルギーで自分をこう奮い立たせてやろうとしてるっていう感じがあるんですけど、さっきも出たようにそんなにめちゃくちゃこうハードルの高いことをやっていくとかではなく、自分ができる範囲のことをコツコツとやっていくんですよっていう感じで言われてます。で仕事っていうので見た時に行こうかなどうしようかなっていうこうちょっと戸惑う気持ちがあるけど、ここでやっとかなきゃいけないんだみたいな感じで振り切って頑張ろうとする。だけど無理した分はやっぱり無理した結果になる。自分ができる範囲のことをやったらちゃんとできたみたいな、そういったことがあるかもしれませんので、お仕事に関してのメッセージとしては、変に自分を鼓舞しすぎて無理な課題を自分に与えないでくださいねって言われてる気がしました。できる範囲のことで大丈夫なんですっていう感じです。そして人間関係のことを見てみたいと思います。人間関係、バンドの10、スター、女帝ということで、入り口もねやっぱりバンドの4で非常にこう人に恵まれてるっていう感じがあるんですね。ですのでなんだかヤギ座の皆さんが余計にその他者に対して何かをやってあげたいとか、余計によく見せたいとかっていうその思いさえ置いておけば、ものすごく豊かな関係性を楽しめますよっていうふうに言われてると思いました。要するにもう無理をしない、こう他者に対して必要以上にやってあげすぎない、なんか自分がやってあげないとこの人困るんじゃないかなみたいな思いもあるかもしれないんですけど、それって一瞬優しさのように見えて、実は相手の本来持ってる能力というのを信じてないかもしれないので、自分が必要以上に手を出すのをやめる、そして相手のことを信じてあげるっていうことをすれば、ものすごく豊かな関係性っていうのがそこにありますね。そしてそれをすごく楽しんでるっていうのもあります。ああ嬉しいなって、この人が幸せで嬉しいなとか、自分も楽しいなみたいなことを一緒に感じ合えてる感じがしますよ。特にこの3月後半20日以降っていうのは家族とかね、そういった関係もとてもいいので、何か家族の関係見直すとか、そういうのもいいのかもしれませんよ。家族だけじゃなくてパートナーシップ、人間関係全然いいんですけどね。恋愛に関しては本当に遅くなってすみません。3月29日までには来週取る予定にしてますので、少々お待ちください。ちょっと最後に、ヤギ座さんが気をつけることを見ておきましょうか。ヤギ座さんが気をつけること、はい、これですね。期待というカードが出てきてるんですが、このカードって面白いもので、どんどん自分に何かを課して、それをクリアして、じゃあ次はこれを課して、じゃあそれをクリアしてっていうか、さっきの仕事のとこでもそうなんですけど、なんとなくこう達成感を味わいたくてとか、何かをやったぞというこれだけできてるじゃないかっていうことを感じたくて、自分にわざわざしんどいことをプレッシャーをかけてそれをやってって、そこにもう疲れてませんかみたいな感じが出てます。どうでしょうかね。みんながみんなそうじゃないかもしれませんけどね。ちょっと対策見てみますね。つながっていってくださいと。今のままのあなたでつながっていってくださいって感じで、無理して何かになろうとしなくてもいい感じがします。今の自分で誰かとつながっていってください。人間関係いいですしね。そして与えられるものは、ちょっと2枚入れたので2枚見よう。フローというカードとフリーダムというカードが出ています。フロー、ゆっくり流れていくよって、ここと一緒ですよね。ゆっくり流れていくよっていうことと、ギフトっていうか、ちゃんと自由になれるよって、自分が足かせと思っていたものから自由になれるよっていうふうに出ています。どうでしょうか。そして最後もう一枚引いてみますね。ヤギ座さん、3月後半はわーいっていうジョイのカードが出ています。ジョイ、みんなで楽しくやってるよって、さっきの人間関係もいいし、仲間もいいしっていう感じです。ぜひ楽しんでくださいということで、ここまでにしておきたいと思います。今回も最後までご視聴ありがとうございました。もしこの絵柄全部見たい方は、今ちょっと切れちゃって見えてない方は、私のホームページの方でいつもカード全部アップしてますので、そちらご覧ください。ということで、またすぐにお会いしましょう。今回も最後までご視聴ありがとうございました。
失礼します。